冷めてるよ。エビのとこ持ってこないと。エビの葉っぱ。すみません、欲しいです。ありがとうございます。今日も1個買ってきたんだけど、厚みはあると思うんだよな。鳥取だから。オッケー。で、まあ、東京前の。ちょっと端っこの方ですけど、まず線路がもともと昔は、なんでこれそういうことなんて言ったら、こういうふうにお店がみんななってて、線路から荷物もう一個。いいね、外で買うの。基本的に出勤してきたら米研ぎするんですけど、だいたい2時間以上は浸水するようにして。これは回転ごとでお米を分けてるんで、1回で基本3合から4合炊いてるんですよ。で、1コースにつき2回炊きで分けてるんで、タッパーを4つにして分けてます。大体 150g ずつで分けてもらってるんですけど、さっきの北に水産でこの骨のところの肉を削いでもらってすき身にして包丁してもらってとろたにして手巻きで出してます。こうやって日にもよるんですけど、中卸さんが手空いてる日とかはこうやって内臓と身を分けてくれます。なんでこれあと皮剥いで薄皮剥いて塩水処理して握るって感じですね。これイカのゲソもうちではハトシっていう、僕の地元の長崎の料理なんですけど、それに入れて使うんで割と余すことなく使ってます。愛知のうなぎなんです。これももううなぎ屋さんに裂いてもらってます。うなぎ屋さんの方が圧倒的にうまくて早いんで、これは穴子みたいな感じで煮て夜出してますね。これ車エビですね。大体沖縄か天草とかが多いですね。売ってるんですけど、こういう感じで金目鯛。最近は千葉の鴨川シーワールドとかがあっちの方で取れるやつが美味しいみたいで、鴨川の金目がここ1ヶ月ぐらいずっとあります。握ると手油ベトベトなるぐらい油乗ってて美味しい。ウニに関しては僕らが目利きしてどうこうできるレベルじゃなくて、もう完全に中浦さんの方が絶対的に分かるんで、中浦さん完全お任せで毎回やってます。産地とか選ぶってよりはもういいのくださいっていう感じで、加工してるのが根室の会社なんで、こういう根室の取れてるところは実は根室じゃなくてロシア、海域的にもうほぼ変わんないんで、ただどっちに上がってるかって話で、でもそこも産地も完全お任せです。でさっきのマグロこうやって真空にして送ってくれます。で結構うち柵で入れる理由が、マグロの柵がこういう状態で横にこうブロックになってるんですよ。で切り落とした血合いがついてる一番こっち側の1柵目のこれが血合い岸っていう部位で、血合い岸は脂がちょっと乗りが悪いんですけど、中トロで一番うまみが強い部位って言われてるんですね。
なんで、一番希少部位ではあるんです中トロで。ただここだけ取れないじゃないですか。ブロックでもらうとやっぱいいとこと悪いとこ使わなきゃいけないんで割高にはなるんですけど、作取りして毎日2作ずつもらってます。なんでブロックで入れるより割高になるんですけど、ちょっとしたこだわりっていうか部分です。これが富山のホタルイカなんですけど、一般的に居酒屋とかスーパーで並んでるのってボイルって言って茹でられたホタルイカなんですけど、蒸してるホタルイカなんですよ。なんで茹でに比べると旨味が逃げにくくて、その身もパンパンで張りがあって味噌も詰まって美味しいホタルイカですね。だいたい茹でのホタルイカとかより倍とかの値段するんですけど、結構全然美味しさが違うんでこだわって使っています。ちなみに手袋してるのは僕が夜握るんで、今生臭さがついちゃうと寿司に移っちゃうんですよ。なんで仕込み中はなるべく僕は手袋して、あとヒレで傷ついて、切ったりすると夜握れない。1個だけ氷入れにする。中卸さんにも殻から剥いてもらっているホタテです。三陸のホタテです。北海道のが漁獲で有名なんですけど、三陸が甘みとか柔らかさあってすごい美味しいホタテ。はい、赤酢の10年熟成の赤酢で、この赤酢だけは飲食店じゃない限定っていうか限定販売されてるので、日本のお酢屋さんで米から作ってるお酢屋さんってもうほぼなくて、多分この伊予浄土さんぐらいじゃないですかね。いや、大丈夫か。材料としてはラム、卵、牛乳、グラニュー糖4種類なんですよ。で結構驚かれるんですけど、これ生クリーム使ってないプリンで低温調理で作ってるんですごい柔らかく仕上げてます。このラム酒がラオス、ラオディのブラウンラムなんですけど、ラオスで日本人が作ってる無農薬ラムですね。公式でのホームページでしか買えないラム酒で、すんごい美味しいラム酒です。牛乳はもうスーパーでも手に入る中で一番いい牛乳と、これ卵黄っていう卵なんですけど、大分で平飼いの卵で黄身がとっても濃くて美味しいんですよ。ロールケーキの専門店とか卵かけご飯の専門店ではもう必ず見るぐらい有名な卵ですね。このプリンの色もほぼ卵の黄身からきてる色。素材を結構こだわってる分、甘さはもうグラニュー糖っていうシンプルな一般的なグラニュー糖で、甘さとしてはだいたい一般的なプリンよりも半分ぐらいの量なんですよ。砂糖は控えめで作ってて、結構ラムの本来の甘さも生かしつつってところで作ってます。コースの最後のお寿司屋さんの卵焼き的なポジションで作ってるんで、あっさりめ柔らかめで作ってます。電話してたら決まったの？養殖かってぐらい脂乗ってますね。握ると
手にまとわりつく油すごいですよ。それでこういうふうに今こちらで8号、こちらのこのシャツ。特に女性が多いんですけど、女性あれ違う。違うシャンバルメジ。ないからツバメ前で日本のあれば280。これで25分。大体広角帯の寿司屋は赤ワイン置かないところが多いんです。じゃあ赤ワインも結構この辺全部日本ワインですけど、日本ワインのレパートリーもあってお酒でいうと多分10倍ぐらいは抱えてます。もう何言われても対応できるような果実酒から赤ワイン、白ワイン、なんかジンとかも置いてるんで、安心材料としてメニューを用意することにしてまして、完全に僕の好きなお酒のラインナップで。ここはラインナップで常に置いてるんですけど、これ以外はもう都度変えてるんですよ。お客さん側も多分毎回同じお酒だと飽きちゃうと思うんで、リピーターさんも多いんで、毎回違うものを提案できるようにいろんな種類出てますね。でもうち海外の方多いのもあって、これアラマサとかすごい人気で、こういうのも結構お米違いでいろいろあるんですよ。これ山田錦なんですけど、こっちは大町だったり、こういうのもいろんな種類出せるように、結構もう個人的にお酒好きなんで、コレクション的な意味も兼ねていっぱい種類置いてますね。シャンパンもいろいろ置いてて、その中で一番推してるのはこれジェール・ロブションでグラスのシャンパンで採用されてるみたいで、結構喜ばれますね。細かい好みに合わせてどんな人にでも対応できるようにしてます。有名な磯自慢っていうお酒、中がこういう日本酒。じゃあ残ってるね。残ってる。そうだよ。じゃあね。いい感じだと思う。このレベルですね、十分。炭で焼くって難しいんですよ。でこれ焼いて4本つけたはいいけど、どうやって外そう。器だと同色になってる。大根ってある。でも美味しそうじゃん。綺麗な麺に変える。絡み出してより激しくなった気がする。あの人書きそうにないんだけど。いただきます。
よいしょ。バーミキュラで炊いてます。普通の一般的なスチーはガスで炊くんですけど、これ電気で炊けるんですよ。なんで、こういうちっちゃいテナントだとガスが安定しないんですよね。こういう電気で炊けるちっちゃいテナントに入っているようなところはバーミキュラとかで炊いた方が美味しいお米が炊き上がります。お家で炊く場合もこの炊飯器買うよりもバーミキュラ買った方がいいかもしれないです。固めご飯が好きな人は特に。お米は山形の雪若丸ってお米で、結構輪郭がしっかりしてるのが特徴のお米なんで、粒感が立つからお寿司向きです。これで酢が馴染んで落ち着くまで30分ぐらい置いてからって感じですね。大阪の堺で包丁売ってる中川さんって方がいらっしゃって、包丁もいろんな素材あるんですけど、そのほぼ全素材を打てる職人さんってあんまいないんですよ。冷蔵庫で魚種ごとに分けてて、使う切り付けするごとに営業出してしまって、で時間調整しながらネタごとに温度を分けて使ってます。これ2日寝かせてた金目鯛です。旨味がやっぱ皮と身の間に一番あるんで、魚はあえて金目とか湯しもして皮ごと食べれるようにしてます。こんな煮付けにしたらもうすごいですよ多分。こうやって海外の方専用の英語メニューを用意してます。ただ日本人には用意してないです。海外の方のみ。ああ、そっちか。薩摩切子で亡くなった父方の祖母の遺品というかあれなんですけど、結構ちゃんとしたやつだったらしくて。コースの最初に出してるサバの棒寿司ですね。でもう通年韓国のチェジュ島っていうところのチェジュのサバを使っています。ドイツのリースリングです。9番さん。はい。アレルギーの方ですか。はい、あります。が作られている紅モスっていうガリがあるんで、赤いお酢につけてるガリですね。
その僕の地元の長崎の料理なんですけど、本来エビのすり身をパンで挟んで揚げたものをカットしてるんですけど、中国から明治時代に伝わってきたものですね。でこれはエビ入れてなくて、マダイハモイカのゲソですね、3種類を入れたオリジナルのハトシになります。中心部に出るのがこちら沖縄の絹もずくですね。一般的なもずくより細くて癖がないのが特徴です。だし割りのポン酢と針塩が合わせてます。甘みでいうと三陸が一番美味しいです。もう昨日取れてるホタテなんで、その新鮮なならではの繊維感も残って感じです。ホタテです。はい。はい。そうですね。こちらの茶碗蒸しですね。富山のホタルイカが取れ始めていまして、これは漁師さんが釜揚げして蒸してるホタルイカですね。茹でに比べると旨味が逃げにくくて、味噌が出ないんで身がパンパンですごい美味しいホタルイカですね。同じ富山の桜エビで取ったお出汁であんかけにしてます。甘いですね。失礼いたします。愛知のうなぎです。こちら穴子と同じ処理で煮てるうなぎですね。煮うなぎになります。煮ると皮目だけちょっとゼラチン質残っちゃうんで、皮目だけ提供直前で焼いてます。レモンかけてるんですけど、東京の八丈島で採れる国産のレモンですね。結構旨味が強いレモンです。
最後デザートでプリンをご用意してまして、お寿司屋さんでいう卵焼き的な位置づけですね。でこれラム酒なんですけど、ラオスで日本人が作ってる無農薬ラムです。プリンはここで作ってる自家製のプリンですね。卵、牛乳、お酒にこだわって作っているので、その香りが飛ばないようカラメルを使ってないプリンになってます。ちょっとそのまま召し上がっていただいて、ご自身のタイミングでお声掛けいただけると、このラム酒ちょっと追加で入れます。結構カラメル感の強い美味しいラム酒なんで、カラメル代わりですね。プリン with ram from Laos country made by Japanese。ありがとうございます。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。このお店を今はい後どんな風にしていきたいですか？そうです。ここは浜松町っていうのもあって、結構海外のお客さんが結構半数ぐらい占めてるんですよ。インバウンド需要っていうのもすごくて、あと銀座が近いので結構年代的には30代40代の方が結構多くて、それもすごい嬉しいんですけど、僕は結構若い今26なんですけど、従業員もみんな20代で結構若いんで、それ生かして若い世代の方にもっと来ていただけたら嬉しいなって気持ちもあって、安心材料としてのメニューをドリンクメニュー用意したり、この立地では結構比較的コースも低めに値段設定してるので、今後もっと若い方にもたくさん来ていただきたいなと思ってます。そのための結構雰囲気というか緊張しない環境づくりっていうのはなるべく心がけて営業してますね。なんで若い皆様方のご予約をお待ちしております。みんなで手振らなくていい？バイバイ。チャンネル登録よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。